今日はこの古い農家の納屋ですね、これを描いてみたいと思います。伸び伸びした線で直線で建物の形を掴んでいきます。縦横斜めの大きな線ですね。そして空を広くですね、地面の下の方です。こんな感じかな。こうなんですね。こうなってて、下に屋根の一部がちょっと見えてます。この辺だろうか。こんな構造面白いですね。ここに木を立てて裏山のパターンをざっと作ります。結構裏山に大きい杉の木とか竹がずっと生えてるんですね。でこの巻き塀があってこうだろうか。こんな感じかな。こんな雰囲気だ。ここに焚き火を燃やして煙をちょっとたなびかしてみたいと思います。秋の雰囲気ですね。では大体描けましたので、これからこれを塗ってみようと思います。それではまず曇った空を、少し暖かそうな調子をのけます。ジョンブリアンとかそんな色ですね。夕暮れが近いのでそのような色をちょっと加味して入れましょう。こんな色かな。空がこうだね。雲がもこもこもこっと柔らかな優しい雲がもこもこっとしてます。明るい色してますね。どここれからこうやって青空が覗いてるんですよね。何でしょう。こんな雰囲気かな。こうだね。こんな雲と青空の関係でしょうか。ではこの屋根瓦を塗ってみようと思います。クリムソンレイキとセルリアンブルーあたり色を混ぜてきて、セルリアンブルーとクリムソンですね。いろいろな色ありますけども、まずは最大公約数気味の色を置くということです。こうですね、広げちゃいましょう。じゃあもう全体ですね。全体広げちゃいましょう。そうだよね、問題ない。で空との違いをまず作るっていうことにしましょう。一緒にやっちゃおう。こうだね。はい、こうですね。ここには柿の実がなってあるんで、後でしてみたいなと思っています。うちのなんかパターンが見えましたよね。パターンが見えたので、今度はそのパターンの中に少し固有色っぽい色を足しましょうね。例えばここは青色トタンの屋根ですから、十分青色を濃いめに溶いてきて、ちょっと他の色、サビ色も混ぜましょうか。でここですよね。こんな感じですね。こちらもちょっと青いめのトタンだな。こんなんだろうか。色の違いですね。それから今言ったのサビ色、車を通りました。サビ色をちょっと足して、このように透明水彩は塗るとうちにする仕事ってあるんですね。こうだよね。ここはとっても暗いから塗っちゃおうか。こうだよね。でこれなんかなって、こんな雰囲気だろうか。よし、ここも暗いから塗ってしまう。こちらの方は木の部分だよね。こうですね。筆をちょっと割った感じで目を描いてですね。さあ、なんとなく感じが出てきました。それからここも木ですね。ここも木だわ。
じゃあみんな書いちゃう。こうだですね。こうだ。たっぷりの筆塗ってしまいましょう。こんな雰囲気だ。こうだね。そして紙物もある。こうだ。ここも木だよね。さて、ここら辺を日陰だからちょっと思いっきり暗くやりましょうか。日陰を強く描くと物の存在感、そして形態感も強まるんですよね。十分このように黒まででもいいですね。十分暗くて冷たい色を作って、こうだよね。もうちょっと思い切ってやっちゃおうかな。ここですね。言ってしまいます。こうだ。こう塗るとこの形態感が出るんだね。ここは屋根の下のため随分ここ暗い日陰になってますので、少し多めに入れちゃいましょう。そうするとこう屋根の構造がはっきり見えてきます。その他の日陰に類するものは、この窓の中も日陰で暗いな。ここら辺ですね。形態からしてもうちょっと暗くします。先ほどの日陰の色にアンバーを混ぜて、ここですね。このくらいだな。このくらい。まず暗く描きます。これも日陰だ。ちょっと色をつけて、こうだね。ほら、立体っぽくなったでしょ。この縦横の構造をちょっとだけ描こう。こんな感じかな。ちょっと描いたら、柿の棒を使って、こっちに柿の木あるって想定でね、柿の木の枝を引っかいておきます。この後もそうだな。こうやって柿の木をオーバーラップするって、こういうようなイメージです。面白いでしょ。こうですよ。少し細かいもの、だんだんね、少しずつ詰めてきます。ただこれは脇役ですからね、あんまりこういうとこ克明に描きすぎないっていうのも実は大事なんですね。なんかこう十二分に描きたくなっちゃうんですけども、あんまり描くと全体の構造が見えなくなるので、そこはほどほどですよ。このほどほどに自分の絵をコントロールするっていうのが難しいとこなんですけども、それは研究のしどころですね。さあ見えてきましたね。トタン屋根の質感もちょっと描きます。どうですか？楽しそうでしょ？ここら辺ですね。これ紅葉した葉っぱがあって、ここに色づいたカラス類になってますね。だから秋を表す大事なところです。こっちに柿の木あるんですけど、ここね、紅葉した、カラス類の葉っぱですね。だからそんな葉っぱの色をここにちょっと余分に足しときます。こうだよね。これで秋だなっていう雰囲気を強めるわけですね。こちらもちょっと少し描こうかな。こうだよね。秋の雰囲気をどう伝えるかっていうことですね。この辺にもツタが、秋の色のツタが絡まっているので足してあげましょう。いや、これで入れましたので、今度はちょっと屋根に移ってみましょう。まず屋根瓦の立ってるここが暗いので、ここをしっかり描きます。こうですね。で
鬼瓦の側面をちょっと描きます。こんな感じですね。腕先をちょっと平らにして、峰瓦のところの凸凹感を少し加えます。ちょっとですよ。ね、こっちはもう単純化です。瓦ちょっとですね、その変化を斜めの立ちで少し加えます。こうですね。あんまりやりすぎないようにしましょうね。どうどこ瓦がピカピカって光ってるかなっていうような雰囲気だけです。だんだんこっち来たら単純化ですよ。これと全部同じ調子で描いてはダメですね。また後で描いてもいいので、一箇所だけ克明に描くとついオーバーワークになってしまいますので気をつけます。軒瓦を描きます。ここですね。ここに丸い瓦があるので、これはこのようにタッチで置くだけです。ちょん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 。まず置きましょう。ではざっと今描きましたので、今度は奥の山を描きます。ここですね。はい、ここにはもう、冬が間近になった少し色のついた孟宗竹と、それから杉の木が見えます。イエローグレーですね。それに少し紅葉のような色がグリーンの色、テールベルトですけども、そのような加えて少し元気のなくなったような緑の色です。さあ、裏山の色ですよ。まずざっくりとのっけます。まずちょっと色変化させましょう。それから今度はもう少し紫のような色を加えて暗くしてきます。なぜ暗くするかというと、ここを暗くすることでここの峰瓦の明るさが見えるようにするためですね。ここです。ここですね。裏の杉山を描きます。緑を寝かせて大きな杉の木の塊をシルエットで描きます。こうですね。ざっと描けたら暗い色でこの間に覗いている杉の幹や枝をちょっと描きます。さあ、だいぶ進んできたので裏山の雰囲気を少しだけ木々を描いたりして雰囲気を作ってきます。そうですね、ここ明るい空がちょっと覗いてるんですね。これちょっとぼーっとした感じすると距離感が見えてきます。さあ、そうしたらここもう一押しですね。屋根瓦のあたり、ここですね。ここは日陰ですので比較的単純化です。単純化しながら弱い日向のところを細かく描くんでしたよね。この辺りはちょっとこうもう一回調子入れて、ここはまだ単純化。そうすると屋根の構造がだんだんこっちはだんだん遠くへ行くのであまり描かないんですよ。でこの辺りも少しだけ、このとこに瓦の色がこう見えてますもんね。ちょっと加える。どうでしょうか。このさっきじゃんじゃんと描いた瓦も手前の方ちょっとだけですね。ちょっとだけだんだん曖昧に処理します。もうあんまりこっちに描いたらダメですよ。あんまり描きすぎると奥行き感がなくなってしまいます。瓦の処理ですね。軒瓦もこちらのちょっと強めに描いて、こうですね。だんだん手でこう触って調子を整えながらだんだん曖昧に、手前だけ強くですね。奥行き感を作るためにこう大事なところです。
みんな同じように書かないことですね。実際はそれほどはっきり違い見えないんですけども、それを自分で手前と奥という距離感があるんだっていうふうに認識で書くことが肝心ですね。こういう細かいものをどう書くかね、本当に悩むところだと思います。では今度円形の方を書いてみましょう。円形、ここに消火線っていう書いた看板があったりね、面白いですね。円形は基本的にはとてもくすんだ色でまとめて書くということになります。こんな全体に調和が取れそうな、少しくすぎの色でこんな色かな。で、遠くのうち、これはシルエットで描きます。消火線のマークありますね。こんなのも面白いですね。もう皆さんも嫌がらずにぜひこんなの書いてみましょう。消火線です。そうですね、消火線の文字は後でホワイト絵の具で書いてもいいですね。あるいはなんかこちょこちょっとなんかマークですよみたいなのでもいいと思います。で、少し色をくすませて暗いシルエットにしてしまいます。こんな感じだね。で、ここ、ボールを書いて、ちょっと私ここに白を残してありますね。そこにつなげるようにして、これが消火線です。この辺に焚き火ですね。明るいちょっと藁のような色を少し加えて、今ここで焚き火してるっていうイメージです。さっきね、最初緑片の時に火が燃えてたでしょ。そこです。少しだけ赤い色を入れて、ちょっと火が燃えてるかなっていう雰囲気を作ります。で、作りましたら綺麗なした筆でここ煙を作ります。こうですね。絵の具を取って煙を作ります。下の方が濃いめの煙ですね。濃いめの煙。だんだん上に行くとぼんやりしたもやっとした煙。こんな感じかな。こんなんですね。少し青色を入れると、ちょっと青っぽいような色を出すともっと雰囲気が出てきます。今もう夕方になってきたのでカエルが盛んに鳴いています。こんなんですね。これで見出してここに焚き火ね、煙が上がって秋かなっていう雰囲気を強めることができます。はい、ではビリーちゃんとバントアンバー、ウルトラマリンのあたりの混色で、時々グリーンの2番あたりでもいいですね。結構暗い色を作って巻き塀を塗ります。ね、薪の木ができた塀ですね。で、それを塗りながら最初にここに置いた紅葉した葉っぱをざっと残します。ざっとですよ。これ最初のとこの形できちんとそのまま色を詰めなくていいんですね。後からまた色を足していいんですから、なんとなく紅葉した葉っぱが見えるようにこう残していきます。さあ、大きくですね。だんだんこっち来たら単純化です。自然な混色で、もう純色同士を置いてみるともいいですね。次々と色を純色で置きながら自然な混色でここの巻き塀を描いていきます。下の方はぐっとはしょってしまいます。ですね。ここを深くすると建物がとても高いんだなって感じが伝わります。このところに、皆さんがいつも収集するゴミ箱がですね。こんなもん面白いですね。ゴミ箱なんか書いてみましょう。ゴミ箱は何だって言わないで書いてみる。その向こうに消火栓のホースを収める箱があるのかな。
いいですね、色があって。こんなとこもちょっと色を足してあげましょう。こんなんですね。とにかく少しでも楽しそうな色がやっぱり加えましょう。これも赤い色なんか加えて秋の雰囲気作りですね。だいぶ絵ができてきましたので、ここに今ね、ちょっと色づいた、木の葉があるんですよね。この葉が絡まってますけども、そうだな、それをそんな秋の感じをこの中もそうですね、十分、作っていきながら、今ここに柿の木をですね描いてみようと思ってます。中間の色ですね。あまりどうっていう色はないんですけども、中間の色を作りまして、私もそのために準備する引っかいてあります。引っかいたところを少しこう加えてですね、これを伸ばすような感じで、例えばこんなんですね。柿の木って本当に枝が複雑になってるんですね。で、ちょっと上の方に伸ばしてみたりして、こちらもちょっと枝伸ばしましょうか。柿の木を広げていきます。もちろん柿の木は同じ色ばっかりじゃなくて日陰のとこもあるので、とこどこ暗くですね、暗く加えることで、こんにちは、加えることで柿の木の大きな立体が見えてきます。こんなことでしょうか。さあ、柿の木が見えたところで赤い実をつけたいと思います。当然バーミリオンですね。で、イエローのディープをしっかり持ってきて柿の実を描くんですね。これなんか特にいいでしょ。枝があったら少し枝のから離れたところにも実をつけても大丈夫ですよ。見た人はそこに枝があるように感じます。これを加えるといいですね。絵が華やかになって秋の雰囲気がいっぺんに強まります。もしもうあらかじめ塗ってあって暗くなっているところは絵の具を不透明になるようにちょっと乗っけてあげましょう。そうすると、形が見えるかと思います。たまには不透明になるように塗ってもいいですね。こんな感じですよね。こちらのこんな暗いところにも柿の実を置いたりすると絵が華やかに見えますよね。たくさんあるとこないとこ、そのような変化があるといいと思います。向こうの方にもちょっと遠くにパラパラっとですね。これは本当単純化ですね。さあ、絵が華やかになりました。これにも、紅葉した葉っぱをちょっとつけておきましょうか。ですね。とても賑やかな秋の雰囲気が伝わる絵になるかと思います。はい、これで秋の絵の完成です。はい、今回は古い納屋を描いてみました。ポイントは秋の雰囲気作り、そして建物の大きな構造です。いかがでしたか？あなたもぜひ描いてみてくださいね。はい、それではまた。